こんばんは。シンプルに暮らす40代独身 OL のあきです。今日はリクエストいただいた年間の洋服代と年間12着チャレンジについてお話しします。このチャンネルでは好きなものに囲まれて暮らすシンプルライフを発信しています。すっきり暮らしたい方はぜひチャンネル登録をお願いします。早速2025年の洋服代と洋服購入数発表しちゃいます。2025年の洋服代は18万円、洋服購入数は15着でした。洋服代は月当たりにすると1万5千円で、一般的に平均が1万円前後と言われているので平均をオーバーしています。ただ私は人に会う仕事なので身なりは必要経費と考えていて、1万5千円は妥当かなと思っています。洋服購入数は洋服買いすぎ防止のため年間12着チャレンジをしているのですが、今年の購入数は15着で少しオーバーしてしまいましたが、私的には合格です。というのも過去3年の推移を見ると購入数がすごく減ったんです。過去3年の推移を紹介すると、2023年の洋服購入数は32着、2024年の洋服購入数は21着、そして今年2025年の洋服購入数は15着で約半分になりました。2024年までは少ない服で暮らすには何が必要なのかを模索していて、洋服を総入れ替えしました。その結果購入数が多くなりました。特に昨年はアウターを長く着られるものに買い替えたので、年間の洋服代が40万円と高くつきました。アウターに関しては今まで3万円から5万円前後のものを3年おきぐらいに買い替えていたので、いっそのこと長く着れる上質なものを買っちゃった方がコスパいいかもと思って思い切りました。当時は懐のダメージだいぶありましたが、今はすごく満足しています。2、3年模索した結果、ようやく自分に必要な服であったり適量が分かってきたので、来年はこれより少なく収まるんじゃないかなと思っています。次に年間12着チャレンジの詳細ですが、今年購入した洋服の内訳はトップスが10着、ボトムが5着の合計15着でした。今年はトップスの買い替えが3着で、買い替えをカウントしなければ12着で収まっていました。残念。3着とも夏に買い替えたのですが、今年は夏が長く洋服の傷みが早かったのが原因です。来年こそは夏服を多めに予算を積んで12着チャレンジ達成したいです。今年の良かったことは、12着チャレンジにあたり何をどのくらい買っているかを計算したことで、インナーを買いすぎていることに気づいて意識して減らすことができたことです。以前はヒートテックやエアリズムなどが期間限定価格になるたびに家にたくさんあるにもかかわらず買っていました。それに気づいてから各3着しか買わないと決めて無駄が減りました。年間12着チャレンジの目的はあくまでも洋服買いすぎ防止をすることで、多少オーバーしてもチャレンジ前より減っていたら成功です。次に年間12着チャレンジの効果についてです。年間12着チャレンジをして感じたのは、洋服の買いすぎ防止策としてとても効果的だったということです。数に上限があることによって衝動買いが減り、本当に必要な服だけを購入できるようになりました。また一着一着を吟味して買うようになって、洋服に対する満足度も上がりました。そして洋服の色を4着まで絞ったことによって少ない服でも難なく着回しができるようになりました。以前はいろんな色の服が着たいと思っていて、たくさんの色を持っていたのですが、結局合わせる服を考えるのが難しくて、あんまり活用できていなかったです。ということで、来年もこのチャレンジは続けていきたいと思います。ついつい洋服買いすぎちゃうよって方におすすめです。次に洋服を少なくできたコツを3つ紹介します。私は以前100着以上の洋服を持っていましたが、今は年間30着前後で過ごしています。洋服を少なくできたコツの1つ目は、必要な服をゼロから考えて総入れ替えしたことです。これで本当に必要な服が分かりました。最初はお金がかかるんですけども、今ある服をベースに考えると本当に必要な服ではないものを購入しないとコーデが組めなかったりして、
いつまでも本当に必要な服を揃えることができなかったです。2つ目は色を固定することで着回ししやすくなります。私は白、黒、ネイビーと一色、それはピンクだったりラベンダーや水色だったりなんですけども、これは季節や気分に応じて変えています。3着だと飽きてしまうので。3つ目は年間12着チャレンジで衝動買いが減ったことです。他にもいろいろありますが長くなるので3つにしておきます。以上が今年の洋服代と洋服購入数でした。洋服のスタイルはだいぶ確立できてきたので、来年は靴とバッグを見直ししつつ12着チャレンジも続けていきます。今日の内容が少しでも暮らしのヒントになったら嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価、コメントいただけるととっても励みになります。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。